世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。突然なんですけど、こちらの緑色のボタン、見覚えありませんか？そうです。Steam でゲームを起動する時のボタンですね。実は今、千葉の体験版が開発者専用のね、プライベートな状態ではあるんですが、実際に Steam にアップロードしてプレイできる状態になっております。ついにね、ここまで来たかっていう感じなんですけど、まだまだね、バグがいっぱいあったりとか、ブラッシュアップができてない部分とかもあるので、その辺をね、今後集めていきたいと思います。現状だと僕とプログラマーの三つさん、それから講談社のね、社員さん数名がプレイできる状態なんですけど、今週ね、ちょっと講談社の方とミーティングする機会があるので、そこで出た話とかもね、体験版リリースまでにいくつか反映できればなと思っております。視聴者のみんなにはね、プレイしてもらえるまでにはもう少しお時間いただくことになるんですが、ぜひ期待してお待ちください。体験版プレイしたいよっていう方はね、Steam の方で Wish リストに登録しとくと、リリースした時に通知がいくと思うんで、何卒よろしくお願いいたします。少し話は変わりまして、戦闘 BGM ですね。以前ご紹介したデモバージョンの方、聞いていただけましたでしょうか。現在あちらの BGM の本作成の方をね、どんどん進めてもらっていて、ちょうど今週ですね、ちょっと僕も東京にお呼ばれしたので行ってくるんですが、実際の楽器とかボイスでの収録作業ですね、同席してこようかなと思います。モーションキャプチャーの時とかと一緒でね、ちょっと初めての体験になるので、緊張とか不安もあるんですが、楽しんでね、制作過程を見届けてこようかなと思います。BGM の収録作業の動画も来週とか再来週頃にはね、編集うまくいけばアップロードできると思うので、そちらの方もぜひ楽しみにして待っててください。では今週もですね、千葉のボラバ竜の降るゲーム開発の進捗ですね、共有していきたいと思います。早速行ってみましょう。まずは望郷の演出強化についてですね。死体が消える時のこの消え方ですよね。これがめちゃくちゃ綺麗に消えるようになりました。以前まではね、1フレでパッと死体が消えちゃうようになってたんで、めちゃくちゃなんというかゲーム都合で消されちゃってるな感が丸出しだったんですけれども、今回からはね、リゾルブエフェクトで徐々に消えていくようになってます。一応この望郷っていうアクションのおさらいをね、さらっとしておくと、チュートリアルでもね、このようにウィンドウが出てきてしっかり説明されるんですが、望郷、亡骸のそばで R2、この地に伝わる早々の儀、遺体を通してちぎりを結ぶことにより、死者は命として大地に帰る。残されたものは力、体力を得る。ということでね、敵を倒したらその死体を通してね、ちぎりをすることで、プレイは体力を回復できますよっていう仕組みですね。これ体験版ではちょっと特別仕様で、体力がね、完全回復するようになってます。なので一人敵を倒すことにね、毎回忘れずにこの望郷やった方がいいんじゃないかなと思います。ちなみにこちらのチュートリアル敵、ちょっと裏技的な感じでね、崖から落下死させることによって、チュートリアルをね、全スキップさせるっていう技があるんですけど、これやっちゃうとね、望郷できなくなっちゃうんで、ご利用は計画的にお願いします。でも RTA とかするんだったらこの部分は必須だよね。この望郷システム、製品版とかでも使えそうかなと思ってて、基本的にメイを使える強い敵、メイナスを倒した時は、この望郷を使えるっていう風にしようかなと考えてます。つまりメイを扱えない雑魚敵とかはいくら倒しても体力回復のリソースにはならないと。で、ちょっと強めのメイナスたちを倒すと、その死体を使って望郷ができて、回復量とかもね、敵の強さによって、全回とか半分回復とか、いろいろ開発者目線でね、難易度調整に使うこともできると思うので、その辺もグッドですよね。最近、ゴッド・オブ・ウォー・ラグナロクをね、プレイしてるんですけど、あのゲームもね、敵を倒した時に、命の石っていう緑色の石がドロップすることがあるんだけど、それを踏んづけるとね、体力回復するっていう。で、回復量とかもその落ちてくる石の大きさによって変わるようになってるんだけど、あれも開発者がね、ゲームの難易度をうまくコントロールするための手段として、めちゃくちゃ有効だなと感じました。うちの千葉の場合だと、その回復アクションがね、さらに世界観を説明するようなね、儀式的行為になってるのもかなりグッドなんじゃないかなと思っております。続いてがフットアイ系について。これも以前からね、たくさんご指摘いただいてたんですけど、坂道とか階段の上にキャラクターを立たせた時に、片方の足がね、浮いちゃったりするような問題を対処するための仕組みがフットアイ系と呼ばれるものですね。プレイ中のふとした瞬間の違和感をね、軽減してくれる縁の下の力持ち的な仕組みですよね。ただこれ完璧を追い求めるとね、どんどん沼にはまっていくシステムでもあって、AAA のタイトルとかでもね、やっぱりフレーム単位とかで切り取ってみると、おかしい瞬間っていうのが結構あったりします。うちの千葉でもね、戦闘中はアクションが結構激しいので、おかしい瞬間っていうのは切り取ればね、存在してるとは思うんですけど、以前と比べるとね、やっぱり段違いに良くなってるかなと思います。非戦闘時のね、探索中とかに気が向いた時にね、そういえば足の位置に関してなんかハイ
たかが言ってたなみたいな思い出しながら見てくれればなと思います。で、変なね、バグってる瞬間とか見つけたらスクショ撮ってね、SNS にアップロードしてください。エゴサして見に行きます。続いて進行不能バグがね、1件見つかっていたので、そちらも共有しておきたいと思います。この崩れた廃墟の中で戦うシチュエーションがあるんですけど、ここでね、敵に負けた場合ですね、リトライ後の位置が鉄格子の前になっていて、敵はね、もちろん鉄格子の中にいるので、この時点で進行不能になってしまうというものですね。これそもそも鉄格子の役割についてなんですが、初見の状態でね、このエリアに来ると最初は空いてます。で、敵との戦闘が開始した時点、つまり敵がプレイヤーキャラクターを認識した時点で自動でね、鉄格子が閉まるっていう風な仕組みになっていて、強制的にね、プレイヤーが逃げられないようにするデスマッチの状態を作ってくれる仕組みになってるんですが、今回の進行不能バグですね、解決する方法が大きく分けて2つあるかなと思っていて、1つ目がその時々の状況に応じて、つまりプレイヤーと敵の位置関係とか、敵がもう死んでいるのか、それともまだ生きているのか、そういった状況をもろもろ判断して、自動的にね、鉄格子ギミックが自分で上がるべきなのか下がるべきなのか、というのを判断して勝手に動いてくれるっていう風なプログラミングをする。そして2つ目の解決方法はもうそもそもリトライ位置を鉄格子の中にしちゃうっていうものですね。これぶっちゃけ製品版とかをね、見据えて丁寧に作るのであれば、前者の解決方法がいいのかなとは思うんですが、ゲーム開発って正しいことが正解とは限らないんですよね。完成させることが何よりの目標だったりするので、時には入れたい要素とか正しい方法っていうのを切り捨てないといけない場合もあるわけです。今回体験版においては、リトライした時にね、戻って探索してレベル上げするみたいな要素も一切ないので、思い切ってね、後者の解決方法、リトライ位置をそもそも鉄格子の中に入れちゃうっていう方法で解決することにしました。こうすることで鉄格子ギミックにね、新たな実装を入れるっていうタスクもなくなりますし、何よりそういう追加の実装を入れるとね、それが原因でバグっちゃうこともあるんで、今この体験版リリースを目前に控えた状況っていうのを考えると、今回はこのやり方の方が適しているのかなと思います。ぶっちゃけこれ別にね、視聴者のみんなに共有しなくてもいい情報だったかなとは思うんですが、うちはね、いろいろさらけ出していくスタイルなので、ちょっとこのステージでね、死んじゃった場合は、リトライ位置を見てね、ニヤニヤしながら再戦してくれればなと思います。というわけで、今回はこの辺で失礼します。お疲れ様です。